Mr. Japanese Channel。 待って、これすごく高そう。こんなの受け取れないよ。落ち着いて落ち着いて。何をもらったの？ホストファミリーのお母さんが、この綺麗な箱を渡してくれて、それで？箱を開けたら、超高級なお茶のセットが入ってて、いいね。でもお母さんが、心ばかりですがって言ったんだよ。うん、それは普通だよ。普通？これ多分5000円以上するよ。心ばかりじゃない。それが今日のテーマにつながるんだ。テーマ？なぜ日本人は贈り物をするときに必ず自分を下げるのか。それ、ずっと不思議だった。今日の終わりには、この言葉の裏にある深い文化的な美しさがわかるよ。ミスタージャパニーズチャンネルへようこそ。私はみつきです。そして私はケンゾ。いつも聞いてくれて本当にありがとう。今日の本題に入る前に、みんなに質問があるよ。プレゼントをあげるとき、あなたは A タイプ？それとも B タイプ？ A タイプは、これすごくいいやつだよって自信を持って渡す人。B タイプは、大したものじゃないけど、で控えめに渡す人。コメントで A か B だけでいいから教えてね。ちなみに私は日本人だから、完全に B タイプ。私はもともと A タイプだったけど、日本に来て変わってきたかも。それ、面白い変化だね。でもさ、なんで日本人は必ず謙遜するの？それが今日の大きな質問。心ばかりですが、この4文字に日本文化の革新が詰まってる。たった4文字に？うん。贈り物の文化、人間関係の作り方、自分と他者のバランス。深そ今日は7つのステップでこの美しい文化を探求する。う。7つ。最後には、あなたの贈り物の渡し方が完全に変わるかもしれない。どう変わるの？それは最後のお楽しみ。でも約束するよ。次に誰かにプレゼントを渡すとき、この言葉の重みが理解できるはず。ワクワクしてきた。じゃあステップ1から始めよう。基礎だよ。心ばかりですが、これ、文字通りにはなんて意味？直訳すると、心だけですが、気持ちだけですがという感じ。気持ちだけ？うん。物質的な価値じゃなくて、心を込めたという意味。でも実際には高価なものを渡してるのに？そう。そこが面白いんだ。メタファーで説明しようか。お願い。贈り物って、川の流れみたいなもの。川の流れ？うん。あなたから相手へ感謝や愛情が流れていく。なるほど。でも、川が流れるとき、水は声高に叫ばない。静かに流れる。あ、だから控えめに渡すんだ。まさに、心ばかりっていうことで、あなたの気持ちを川のように、自然に、静かに流すんだ。それは美しいね。もし、これすごく高かったんだよって言ったら、川じゃなくてダムから水が一気に放出される感じ？まさに相手を圧倒しちゃう。だから静かに流すんだ。受け取りやすくするために。その通り、贈り物の本質は相手を喜ばせること。自分を誇示することじゃない。ステップ2に行こう。具体的な状況が知りたい。OK、シーンを想像して、静かな和室。畳の上に正座してる。誰がいる？ホストファミリーのお母さん。私の隣に座ってる何が起きてる？お母さんが綺麗な包装紙で包まれた箱を持ってる。両手で。両手、重要だね。私に向かってゆっくり差し出してる。そして、心ばかりですが、受け取っていただけますか？って言った。完璧。
その瞬間の感覚は？なんか、すごく丁寧で、温かくて、でも、同時に謙虚で、それが心ばかりの空気感。箱を受け取るとき、私も両手で受け取った。事前にそうしたんだ。うん。片手で受け取るのは失礼な気がして。もう日本文化が身についてる。でもさ、なんでありがとうだけじゃダメなの？それが次のステップ。分析と文化的洞察だよ。ステップ3ね。心ばかりですがを分解しよ心は heart。気持ちだよね。う。でも日本語の心は英語のハートより深い。どう違うの？感情だけじゃなくて、精神、魂、思いやり、すべてが含まれてる。わあ、一つの言葉にそんなに？そう。ばかりは？だけ、のみという意味？その通り。でもここでは謙遜のニュアンスがある。自分を下げる？私ができるのは気持ちを込めることだけです。という意味。でも、なんで？それが日本文化の核心。和をするため。わあ。調和、バランス。人間関係で一番大切なこと。調和と贈り物の関係は？もしあなたが、これすごく高かったんだよ。って言ったら、相手はどう感じる？プレッシャー？まさに、お返ししなきゃ。同じくらい高いものを用意しなきゃって。あ、それは重荷だね。でも、心ばかりって言えば、相手は気楽に受け取れる。なるほど。相手のための言葉なんだ。そう。自分を下げることで相手を楽にする。それが思いやり。クイッと質問。もし誰かがあなたにプレゼントをくれたら、どう受け取る？みんなに考える時間をあげよありがとうって言う？それとも、そんな申し訳ないですって言う？文化によって違うよね。私は最初、ありがとうだけだった。でも今は？そんな申し訳ないですも付け加えるようになった。それが日本スタイル。感謝と謙遜のバランス。ステップ5。もっと複雑な状況が見たい。OK。新しいシーン。どこ？会社。あなたは上司の家に初めて招待された。お、緊張する状況だね。手土産を持っていく。デパートで買った綺麗なお菓子の箱。3000円くらい？ちゃんとした値段。玄関で上司に渡すとき、なんて言う？つまらないものですが？そさしい。それは古い表現。今はあまり使わない。え、そうなの？つまらないものは本当につまらないみたいに聞こえちゃうから。じゃあ、なんて言うの？心ばかりですが、またはお口に合うかわかりませんが、お口に合うかわかりませんが、食べ物の場合はこっちが自然。でも、デパートで買った高級なお菓子なのに。それが面白いところ。明らかに美味しいものなのに、謙遜その。ちょっと、矛盾してない？論理的には矛盾。でも、文化的には完璧。文化的には完璧。相手の好みは人それぞれだから、合うかわからないは本当のこと。あ、なるほど。でも同時に、あなたのために選びましたという気持ちも込められてる。深い。ステップ6。よくある間違いを見ていこう。わし、きっと、たくさんやってる。大丈夫。みんな最初は間違える。一番多い間違いは？その1。何も言わずに渡すこと。え、ダメなの？日本ではちょっと不愛想に感じられる。じゃあ、必ず何か言わなきゃいけないんだ。心ばかりですが、お口に合うかわかりませんが、何でもいい。その2は？高かったんだよって言っちゃうこと。やったことある。相手にプレッシャーをかけちゃう。そうだよね。反省。その3。相手の前で
放送を派手に開けちゃうこと。それもダメなの？場合による。フォーマルな場では後で開けるのがマナー。なんで？その場で開けると値段が分かっちゃったり、反応を求められたり。あ、それも相手を気遣ってるんだ。そう。すべては相手のため。ステップ7。アクションチャレンジの時間？今週のチャレンジ。何をすればいい？今週、誰かに何かをあげる機会を作って。大きなものじゃなくていい？全然。お菓子でも、お土産でも、何でもいい。それで？渡すとき、心ばかりですが、または、お口に合うかわかりませんが、を使ってみて。声に出して言うんだ。最初は恥ずかしいかもしれない。でも、やってみる。そして相手の反応を観察して、どんな変化があるか見る？言葉一つで空気がどう変わるか。これ楽しそう。コメントで A か B と一緒にチャレンジの結果も教えてね。実はさ、本当のことを話してもいい？もちろん。何？日本に来たばかりの時、心ばかりが本当に嫌いだった。嫌い？どうして？だって、嘘みたいに聞こえたから。嘘？明らかに高いものを渡して、心ばかりって偽善的だと思った。それは、辛い誤解だったね。ある日、ホストマザーが私に言ったんだ。なんて？みつきちゃん、なぜ私たちがこう言うかわかる？って。それで？正直に言った。わかりません。矛盾してると思いますって。勇気あるね。ホストマザーは怒らなかった。微笑んでこう言ったんだ。なんて？贈り物の価値はお金じゃない。あなたを思う時間なの。美しい言葉だね。私があなたのために選んだ時間。ラッピングした時間。渡すために来た時間。時間？物は買えるけど、時間は買えない。だから、心ばかりなの。それで気づいたんだ？その瞬間、泣きそうになった。本当に？だって、それまで全部お金で考えてた。みんな最初はそうだよ。でも本当は、時間と思いやりだったんだ。それが本当の心ばかりの意味。今では、この言葉が大好き。じゃあ次のトピックのヒントを出そうか。もう終わり？早い。心ばかりをマスターしたね。でも、もらった後は？もらった後？お返し、お礼の文化。あ、それも複雑そう。すごく複雑。日本には半返しという概念があって、待って、気になる。次回ね、お返しの完璧なタイミングとマナちょっと。ー。次回のお楽しみ。さて、今日のベストフレーズ3選。絶対に覚えてほしい3つ。1つ目は、心ばかりですが、プレゼントを渡すときの基本フレーズ。2つ目は、お口に合うかわかりませんが、食べ物を渡すときに使う。そして3つ目は、つまらないものですが、古い表現だけど知っておくべき。この3つ、シチュエーションによって使い分けてね。今日の完全なスクリプトは、ブログで読めるよ。ベストフレーズ3選も漢字付きで載ってる。復習したい方は、説明欄のリンクをチェックしてね。発音練習にも使えるよ。最後にもう一度聞くね。プレゼントをあげるとき、あなたは A タイプ？それとも B タイプ？ A タイプは自信を持って渡す人。B タイプは控えめに渡す人。コメントで A か B だけでいいから教えて。そして今週のチャレンジをやったら結果も教えてね。B、チャレンジやってみたみたいな感じで。皆さんのコメント本当に楽しみにしてる。一つ一つ読んでるから。次回も参加したいならミスタージャパニーズチャンネルを登録してね。文化を学ぶって事実を知ることじゃない。異なる目で世界を見ること。小さな言葉に大きな意味を見つけること。そしてそれがすべてを
使える。一緒にいてくれてありがとう。次回まで学び続けて、成長し続けて。みんな気をつけてね。またね。